2026年5月某日、ソニーさんの新ヘッドホンのお披露目イベントへ。会場は東京にある100年以上前に建てられた近代和風建築。宮大工の仕事が随所に光る静謐な佇まいの空間。初代ウォークマンから始まった音を持ち歩くという体験。いつでもどこでもいい音で音楽を楽しむこと。ノイズキャンセリング、音質、装着感。ソニーのオーディオはその体験を少しずつ更新してきました。2016年に登場した 1000X シリーズは今年で10周年。その進化の歩みをたどる展示からイベントは始まりました。この日お披露目されたのは10周年を記念した特別モデル 1000X The Collection。印象的だったのは身につけた時の姿や光の中での質感を見せる演出。ここからは実際に 1000X The Collection を体験。1000X The Collection の特徴の一つが本体を覆うしっとりとした合皮素材。今回のために2年をかけて開発されたものだそう。プラチナとブラック2つのカラーをイメージしたお部屋。床や重機、のれんにも同じ素材があしらわれ、素材そのものを空間全体で体験。もう一つ目に留まるのがステンレスの外骨格。マットな部分とポリッシュされた部分が組み合わされていて、光の当たり方で印象が変わります。素材の部屋を抜けて縁側で少し一休み。用意されていたのはヤメ玉露のお茶。1000X The Collectionからはアンビエントなサウンドが流れています。最後の部屋は音の体験。コントラバス、サックス、そしてサヌカイトという石の楽器による生演奏。澄んだ高音と長く残る余韻。その音を今度は 1000X The Collection で聴いてみる。不思議とヘッドホン越しの方が音の輪郭に集中できるような、360度音に包まれるような、そんな体験。音に関しては後半で実際に使ってみた印象を交えてお話ししてみます。改めましてこんにちは、なぎこです。今回の動画はですね、ソニーマーケティングさんのスポンサードということで、ソニーさんの新しく発表されたばかりのフラッグシップヘッドホン 1000X The Collection、こちらをご紹介しております。私自身ですね、ソニーさんのヘッドホンは今ここに久しぶりに持ってきたんですけど、この、WH1000XM4、あとこれの1個前の WH1000XM3 っていうのを使っていたことがありましてですね、特に1000X シリーズに関してはやっぱりノイズキャンセリング性能っていうものに圧倒的な信頼感を持っていました。今回のこの 1000X The Collection、これはですね、1000X シリーズの10周年を記念したモデルということで、現行で販売している、WH1000X
XM6 っていうフラッグシップのワイヤレスヘッドホンがあるんですけど、それを置き換える次世代のモデルっていう位置づけではなくて、1000X シリーズでこれまで培ってきた音響技術をベースにして、素材とかデザインとか、あとは装着感みたいな部分によりフォーカスした、新しいコンセプトのモデルという位置づけみたいです。で、今私の元にですね、この1台いただいた 1000X The Collection のプラチナっていうカラーがありまして、これ実際数日いただいてから使ってみたので、ここまで思った印象などをお話ししていきたいと思います。で、まず、ルックス、この印象からお話をしていきたいんですけど、今回かなり注力されているポイントの一つにもなっていて、やっぱりプロダクトのすごく上質な存在感っていうのが光るなっていうのを思いました。で、カラーはですね、この私が今手にしているプラチナっていうカラーと、あともう一つブラック、この2色展開になっています。私が今回持っているプラチナっていうカラーが今回のヒーローカラーとして打ち出されているそうなんですが、これまでこのソニーさんのこのフラッグシップのヘッドホンでこういうピュアなホワイトとシルバーの組み合わせってあんまりなかったと思うんですよね。多分初めてだと思うんですよ。で、私が持ってるこの XM4、これ限定で出ていたサイレントホワイトってカラーなんですけど、これもロゴの部分とかはゴールドなので、シルバーと白っていうホワイトっていう組み合わせではないんですよね。なので、私は個人的にはこのピュアなホワイトとシルバーの組み合わせっていうのがすごく好きなので、このカラバリを拝見した段階で、いいねっていう風に思ってしまった次第です。はい。で、白もなんか冷たい真っ白っていうよりは、少しニュアンスのある柔らかなホワイトでステンレスとの組み合わせのデザインになってるんですが、冷たい印象になっていないところもすごく私はいいなって思いました。ステンレスの部分なんですけど、ここがですねかなり凝った仕上げになっていて、マットな部分とポリッシュされた仕上げの部分が組み合わさったようなデザインになってまして、光が当たった時にエッジがかなり立った印象にもなるので、すごくかっこいい仕上げになっています。で、イベントではですね、やはり合皮の素材の部分をかなり丁寧に見せていたんですが、やっぱり実際この手元でですね、触って使ってみると、このオリジナルで2年ぐらいの期間をかけて開発されたっていうこの合皮素材、水分を感じるようなしっとり感があってですね、まるで本革のような質感の上質な、合皮で全体が覆われています。あとボタン類とかも合皮の素材の中に埋め込まれたような形で配置されてて、すごく細かなディティールの部分にもこだわりが詰まっていてですね、装着した時に外からプラスチックの部材とかが見えないように設計されているそうです。で、改めてこの装着感なんですが、重さは約 320g ということで、数値だけ見てしまうとすごく軽いとかっていうわけではないんですが、実際にねつけてみると不思議と重さを感じないんですよね。で、ヘッドホンってどこに重心を置くかとかで装着感って本当いろいろ個性が出るものなんですけど、1000X The Collection は頭に当たる部分のバンドがかなり分厚く幅広くなっていまして、頭に触れる面積っていうのを大きくすることで締め付ける感覚を抑えつつ安定感っていうものを、実現しているらしいです。で、さらにもうね、側圧がね柔らかいんですよ。
だからヘッドホンの左右からちょっとギュッと押さえられるような感覚が苦手な方にはぜひおすすめしたい、ヘッドホンかなと思います。私ちょっと顔の形というか頭の形がですね割と横幅が広めなタイプなので、側圧の強いヘッドホン長時間してると疲れちゃうなって思うことがよくあるんですが、これはね本当にねなんか包まれるような感覚で快適です。あと左右の見分け方もですね、これまでのソニーさんのヘッドホンと違っていて、ソニーさんのヘッドホンって右側にこうついてる赤い R ってマークとか、あとは左側についているこのポッチでの目印で左右を見分けてこう装着することが多かったんですけど、この 1000X ザコレクションはイヤーパッドの内側に思いっきり L と R って書いてあるので、手に取った瞬間どっちが左右かっていうのがすぐわかるようになってます。で、あと1個個人的にいいなと思ったのはこのケース。ちょっと変な言い方、仰々しいケースがついていたりするのかなと思ったら、すごくミニマムなケースがついておりましてですね、サクッとぴったりこう収まって、こんな形で持ち運べるような形になっています。ハンドルついてるの可愛くないですか？で、現行の、WH1000XM6 と一体何が違うんだっていうところも気になる方がいらっしゃると思うんですが、基本的なこのノイズキャンセリングだったりとか通話品質、あと音響技術みたいなベースとなる部分は M6 と同じ技術が、たくさんこう使われています。で、ノイズキャンセル、ノイズキャンセリングに関しては、1000XM6 と同様の仕組みがこう搭載されているそうなので、もう基本的にはかなり高性能。一方で1000XM6 とじゃあどのぐらいノイズキャンセル違うんですかみたいなことが気になる方もいらっしゃるとは思うんですけど、1000XM6 の方が腹圧が強かったりとか密閉感みたいなのはより強く感じられるみたいで、なのでノイズキャンセリングの聞き方っていうのも M6 の方が強いって感じられる方もいるかもしれないということでした。これはもう本当に多分人によって、頭の形とか、好みとかによって感じ方が変わると思うので、ぜひ店頭とかで試してみて判断していただくのがいいんじゃないかなと思います。次は音について。このヘッドホンの音について動画で伝えるっていうのはなかなか難しい部分もありつつ、先日イベントではですね、生演奏とこのヘッドホンで聴き比べっていうのをしたのが印象に残っています。コントラバスとサックスとサヌカイトっていう石で作られた楽器の演奏を聞いた後に、同じその演奏を 10X ザコレクションで聴いてみるっていう体験だったんですが、その場にいるのにこうヘッドホンを通した音の方が、こう音の輪郭だったりとか、あとはこうなんか余韻みたいなものに集中できるなっていう感覚があって、それは結構面白い体験でしたね。で、音質みたいな部分については、1000XM6 と、同じ、マスタリングエンジニアのすごいこう有名な方たちと一緒に作られているそうなんですが、M6 と比べると 1000X ザコレクションの方がより柔らかい音作りというか、よりゆったりとこうリラックスして音楽に浸れるような、なんかこうチューニングが施されているみたいです。改めて聞いてみても、こう全体の印象として音楽をこうすごく派手に華やかに鳴らすというよりは、落ち着いた音作りだなっていうのを
思いました。音の解像感とかはしっかりあるんですけど、押し出しが強くないというか、長く聴いていても疲れにくい方向のチューニングというか、私は普段ジャズとかちょっとゆったりとしたアコースティックな音楽とかを聴いていることが多いので、ちょうどぴったりだなっていうのも思いました。あと面白いなって思った音回りの機能は、ヘッドホンとして初めて DSEE Ultimate っていう機能を搭載しているそうです。DSE Ultimate っていうのはですね、普段ストリーミングとかで聞いているような圧縮された音源をより高精細に整えてくれるっていう機能らしいんですよね。AI とかを使って。で、これまではソニーさんのスマホ、エクスペリアだったりとか、あとはウォークマンだったりとか、そういったデバイス側に搭載されている機能だったらしいんですけど、この 1000X ザコレクションから初めてヘッドホンに搭載されたということで、これ結構すごい機能だなと思って。どんなデバイスで再生したとしてもヘッドホン側で処理が走るっていうことなんですよね。実際に聞いてみても、DSER をオンにするとですね、YouTube のようなストリーミングの再生時においても、人の声がよりクリアに高解像に聞こえる、そんな感じが私はしました。で、音回りの機能でもう一つ面白いなって思ったのが、360アップミックスっていう機能。で、これはステレオ音源を空間的に広げてくれるっていう機能で、1000X ザコレクションでは、ミュージック、シネマ、ゲームっていう3つのモードが、用意されています。で、これはね、明らかにオンオフで音の印象というか、体験が変わるなという機能です。ここにあるリスニングモードボタンっていうのを押すことで、オンオフとモードの切り替えができるようになっているんですけど、オフにした状態だと正面のこのぐらいの幅から音楽が鳴っているような印象を受けるんですけど、ミュージックモードをオンにするとですね、突然音の鳴り方がうわっと周囲に広がる感じというか、まるで目の前で楽器を演奏しているかのような臨体感が出ます。で、シネマモードも試してみたんですけど、映画館で映像を見ているような感覚に近い音の聞こえ方になります。だから例えば私のVlog とかも、このシネマモードとかで見ると、かなり臨場感が増すと思うので、ぜひ何か機会があれば試してみていただきたいなと思います。これ結構映画見るのとかすごいいいと思います。ちょっとゲームモードはまだ試せてないんですけど、今度ゲームをやる余裕ができた時に試してみたいなと思ってます。はい、そんな感じかな。さすが10周年記念モデルということで、手に取った時にちょっと気分が上がるんですよね。いいものだなっていう実感が持てる。そういったところも含めて、これから長く愛用していきたいなって思うヘッドホンです。この 1000X ザコレクションは、来月2026年の6月5日発売予定です。実際身につけた時の印象だったりとか、装着感だったりとか、やっぱり実際に体験してみていただくのが一番だと思うので、気になる方はぜひ、ソニーストアさんの各店でもう先行で展示がされているみたいなので、試してみていただければなと思います。来月も私は旅に出かけるので、改めて長時間のフライトで、この 1000X ザコレクションを使ってみるのが今から楽しみです。
はい。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。